こんにちは、みえこです。もう前回の動画はご視聴いただけましたでしょうか。今回は前回の動画と配色がほぼ同じのカバンにもなるポーチを作ってみました。街はこんな形をしていて簡単にできるように作ったので、ぜひ一緒に作ってみましょうね。でですね、紐は使わないときは中にしまってこのように使います。それでは始めます。前回も使ったこの 3.5 センチ幅の布をまた使います。そして今回は10センチに薄い色の布をカットします。たくさんカットしますよ。そして縫い方も同じです。赤いドットの布の上に10センチに切った布を重ねてミシンで一度に縫います。縫い終えたらこのように切ります。そして今度はこの切ったものを3つずつつなぎます。このように縫ったものを10本用意します。これはカバンの後ろ側と蓋になる部分です。そしてそれぞれ7ミリの縫い代でミシンで縫います。縫い代倒す方向に注意してくださいね。このように縫い終えたら縫い代をアイロンできれいに整えます。今回は2種類のトップを作ります。もう一方のトップは2つずつつなぎます。たくさん作りますよ。そしたらこれも同じように並べて順番にミシンで縫います。
このようにできたら、やっぱり先ほどと同じようにアイロンで縫い代をきれいにします。次にキルト綿の上に乗せて刺繍します。刺繍終わったらこのようにできます。2枚とも刺繍してくださいね。次に余分なキルト綿を切ります。裏布を用意します。裏布はトップと同じ大きさに切ります。そしたら裏を仕立てます。このように布を重ねて縫います。このように縫います。蓋になる部分の最後は7ミリほど縫ってないですよ。下は布端まで縫ってあります。中央を合わせて針で留めてまちを作ります。このように折ります。縫い代に折り線が重ならないように注意してください。ミシンで底の部分、まちを縫います。端から端まで縫いますよ。返し口を開けておくのを忘れないでください。今度は裏布と同じ方法で表のトップを仕立てます。このように2枚のトップを合わせてミシンで縫います。やはり蓋になる部分の縫い始め7ミリほど開けます。底になる部分は布端まで縫います。キルト綿を縫うときはゆっくり大きな運針で縫うときれいにできますよ。最後は7ミリほど手前で返し縫いをしてください。このようにできたら今度は底を縫います。半分に折り直して中央に印をつけます。そしてこの中央を合わせて針で留めます。
そして縫い代にかからないようにまちを折ります。そこをミシンで縫います。ゆっくり縫います。縫い終えたら中央に印をつけておいて、裏布の中央とトップの中央を合わせて針で留めます。そして一周針で留めたらミシンで縫います。裏布を下にして縫います。縫い代の倒す方向注意してくださいね。ちょうど縫い代のラインまで縫ったら方向を変えて縫います。時々裏布を確認してくださいね。縫い代はまちの方向に倒して縫うときれいにできますよ。このように蓋の部分の端を切ります。表に返してこの布端がきれいに折れないことがあるので、手で持って中に入れます。先の尖ったもので引き出してください。次に返し口をミシンで縫いました。今度はこの布端を裏布が表に出てこないように刺繍糸で縫いました。続いて
グネットをつけました。このマグネットなかなか磁力が強くてしっかりしてます。おすすめです。このように縫っているとハサミもしっかりついてしまいます。今度は紐をつけます。紐がいらない人はなくても可愛くできますよ。布端をアイロンで折り、キルト綿をのせて針で留め、このように折って中央をミシンで縫いました。続いてカバンの蓋のこの辺りに少し斜めに折って紐を半分に折り挟みます。そして針で留めてミシンで縫います。3センチぐらい中に入れました。そしてミシンでこのように三角形に縫いました。ちょっと見えないですね。完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。